でここで最後にマリネしたタコと、あとはこの熱いうちに香りのオイルを麺一本一本にまとわせるイメージです。はい、こんにちは、シェフのファビオです。今日はタコのペペロンチーノを作っていきます。はい、それでは材料紹介です。スパゲッティ、ゆでだこ、にんにく、唐辛子、イタリアンパセリ、レモン、オリーブオイル、塩です。はい、それでは今日はペペロンチーノシリーズということで、久々にですね、オイルベースの基本のアリオリオペペロンチーノを作って、それにゆでだこを合わせるというようなザ・イタリアンっていう感じのですね、パスタ料理をこれから早速作っていきます。はい、それではこのタコは今日スーパーで買ってきたボイルダコです。でこのタコは今日直接火にかけていかないので、仕上がりがぬるくならないように30分前ぐらいに常温に出しておきます。でこのタコをですね、少し大きめの一口大大きめぐらいのサイズにカットします。でこのカットしたタコをボウルに入れておきます。でこの後ですね、これをマリネしていきます。じゃああとは基本のアーリオオリオのニンニクと唐辛子とイタリアンパセリをカットするんですけど、今日はニンニクはまず芯を抜いて、で今日はかなり細かめのみじん切りにしていきます。もう気持ち叩くぐらいの細かいみじん切りにしていきます。今日はもうこれぐらいのものすごい細かいみじん切りがポイントです。あとイタリアンパセリはいつも通り茎ごと、少し粗めに刻んでおきます。で板パセがない場合は今日はパセリでも全然大丈夫です。でこのボウルに入れたこのゆでだこにですね、すでにしっかり味をつけていきます。まず塩をまんべんなく、であと今日ポイントになってくるのが、まずはレモン汁、酸味で味の輪郭をしっかりと出してあげる。入っちゃった。で種が入っちゃった場合は抜いてください。であとは美味しいオリーブオイルを加えて、でこの状態でしっかりと混ぜ合わせてマリネします。でイメージで言ったらもうタコのサラダを食べるような感覚で、これだけでも噛んだだけで美味しいような状態にすでにしておきます。でレモン、これ果汁絞って皮も使っていきます。で皮の部分はピーラーで1ピール分ぐらいで、これはこう適当に刻んで、ちょっとこう粗めのみじん切りにします。はい、それでは麺を茹でていきます。今日は太麺の 2.2 ミリのスパゲッティを使っています。でソースの方はオイルベースでシンプルなものなので、茹でる時の塩の量が本当に大切で、お湯が2リットルに対して 30g は入れて茹でてください。はい、それではみじん切りにしたにんにくと、あとは砕いた唐辛子を加えて、で美味しいオリーブオイルを加えたら火にかけていきます。いつもは中火とか弱火とかでじっくりとにんにくを加熱していくやり方をするんですけど、今日はですね、強火で一気にふつふつした状態まで持っていきます。で今ふつふつしてきて完全に中まで沸いてきたらもう火を止めます。はい、中まで沸きました。そしたらもうこの状態で火を止めて、で今日ですね、にんにくを細かく切ったのには理由があって、オリーブオイルをそこまで加熱しないことによってフレッシュなオリーブオイル感を残したパスタ料理にしたいので、にんにくはこれだけ細かく切って、で加熱時間も最小にしてあります。で余熱でにんにくに火を入れて、で少し泡が落ち着いてきたらレモンの皮と、あとはイタリアンパセリを入れて、で少しこうフライパンを揺すって、このオイルの温度をですねじっくりと下げながら、にんにくにもですね余熱で火を入れてオイルに香りを移していきます。で今日のパスタ料理はですね、タコの良さを最大限に引き出したかったので、あえてこう大きめにカットをして、
咀嚼してタコのうまみとか食感を楽しむっていうようなパスタで、それプラスですね、太麺を合わせることによって小麦の甘さもこう一緒に味わえるようなパスタで、だからこそですね、オリーブオイルの加熱が大事で、いつもはニンニクの加熱というのはじっくりと 4,5 分かけて僕やるんですけど、今日はオリーブオイルの良さを生かしたかったから、いいオリーブオイルやる場合はこの加熱の時間をなるべく短くしてフレッシュさをこう生かしたっていうのが今日のパスタ料理になってます。であとはボイルダコを使っているので、すでに火が入ってるから、そこからまた火を入れてしまうともう硬くなるだけだから、今日はマリネするっていうやり方をするとすごく美味しいパスタ料理になります。はい、それでは麺が茹がったので合わせていきます。であとはもうオイルベースのパスタは麺を加えてもう和えるだけです。でここで最後にマリネしたタコとこのオイルだったら、この熱いうちにこの香りのオイルを麺一本一本にまとわせるイメージです。でタコがしっかり常温に戻ってたので、ここで熱々のパスタが入ることによってタコも温まる。でこの状態、今もう麺にですねオイルがしっかりと絡んでるので、あとはもうこのまま盛り付けて完成なんですけど、どうしても熱々が食べたいよという方はこれ火にかけちゃっても大丈夫です。で火にかける目安はパチパチなってきたら麺が当たるので、パチパチならない程度にですね加熱して混ぜ合わせるとですね、こう麺にもですねツヤが出てくるので、完璧な状態で絡んだので盛り付け入ります。はい、これでタコのオイルベースのアリオーリオ完成です。はい、いただきます。皆さんこれめちゃくちゃ美味しいですよ。やっぱり今日はですね噛むパスタになっているので、太麺のしっかりとした噛んだ時の甘みとタコの食感とうまみとですね、でたまにですねレモンの皮もしっかり香ってくるので、本当に美味しいパスタ料理ですね。で今日のオリーブオイルの加熱は本当に今までですね、僕のじっくりと加熱するオリーブオイルのこの考え方とは別の方法でやったんですけど、この方法もですね本当に美味しいオリーブオイルを生かすには最高の調理法だと思っていて、今日のパスタ料理の仕上がりもですね本当に良かったので、ぜひ試してやってほしいですね。はい、ごちそうさまです。今日のこのパスタ料理なんですけど、材料も工程もとてもシンプルなんですけど、イタリア料理の考え方がたくさん詰まった魅力のある料理なので、よかったら作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。